自民党、維新、国民民主党、なんでこういう話になってるかというと、日本の与党というのは自民党と公明党というところが与党としてやっていて、なので総理大臣は自民党から来た人がやっていて、国土交通大臣っていうのは公明党の人がやってみたいな感じで、自民党と公明党でポストを分けつつ仲良くしましょうねっていうのをやってたんですけども、公明党がもう連立組みませんよっていうのを自民党の高市さんに報告するみたいなのがあって、そうするともともと自民党と公明党を足しても衆議院では過半数にいかなかったんですけど、公明党がいなくなるとさらに自民党が一応今でも最大の議員数は誇るんですけど、とはいえ過半数にはならないので、そうするとじゃあ誰が総理大臣を決めるのかなるのかというのがふわっとしちゃったっていう少数与党というのは前回の石破首相の時もそうだったんですけど、公明党と自民党というので過半数は持ってなかったのですが、野党である立憲民主党と維新と国民民主党がそうは言ってもじゃあ野党の中で統一候補を作れるかというと作れなくて、結果としてその少数与党である公明党と自民党が石破茂というのを首相に選ぶというのを主犯指名というのをして、結果として石破首相になったんですが、今回はもう公明党が自民党につかないというのをもう明言しちゃっていて、公明党は公明党の代表の斉藤さんの名前を主犯指名で書くと言ってるのかな、これ変わるかもしれないですけどって言っている状態なので、そうすると自民党の高市さんの名前を維新か国民民主党か立憲民主党が書けば、高市自民党総裁が日本の総理大臣になる可能性というのはあるんですけど、ただその維新はあまりもう自民党と組む気がなさそうだよね感っていうのは、アベマプライムで藤田さんが、共同代表の藤田さんが出ていたんですけど、政策としては自民党は国民民主党さんと近いので国民民主党さんとやるんじゃないですかみたいな感じで、割とその積極的な動きはしないというのが維新の動きっぽい感じだったんですよね。で、もともと小泉さんと吉村さんが仲が良かったので、小泉さんが自民党総裁になったら維新組むかもねっていう話はあったんですけど、それが白紙に戻ってしまったみたいな状況ですと。なのでもう一つの動きとして、立憲民主党の国対委員長の安住さんという方が、このまま自民党政権っていうのも微妙だから、野党としてじゃあ立憲民主党は国民民主党玉木さんを主犯指名で書くっていうのもありだと思ってますよ、皆さんどうすかみたいなことを言い出し始めてみて、国民民主党としても寝耳に水であると。いやそんな今の状況でいきなり総理とか任されても困るよね、主犯指名は冗談じゃないんだからみたいなので、国民民主党の新馬さんが割とちょっと強めの、いやそんな受けらんねえよって言ったんですけども、自民党と公明党の連立が終わるという報告の後、国民民主党の玉木さんが首相になる準備はあります的なことを、これちょっとそんな文章読み上げた方がいいですね。10月10日6時15分に国民民主党玉木雄一郎党首が書いた文章ですけども、私には内閣総理大臣を務める覚悟があります。だからこそ政権を共にする政党には安全保障軸とした基本政策の一致を求めています。立憲民主党には主犯指名の対象として私の名前を出していただき、身が引き締まる思いです。であれば憲法違反としてきた平和安全法制の扱いなど、安全保障に関する基本認識や原子力発電を認めるのかなど、曖昧にしてきた基本政策について立憲民主党の皆さんが国民民主党の政策に沿って一致結束した行動を取れるのか、ぜひ党内調整と期間決定をしていただきたいと思います。政権を担うとは我が国に起こる全てのことに責任を負うことです。物価高騰対策はするけど安全保障政策は脇に置いてお休みですとはいかないからです。トランプ大統領も今月末には日本にやってきます。私は内閣総理大臣を務める覚悟があります。だからこそ曖昧にしてはならない国家運営の基本政策の一致を求めているのですという文章なんですけど、内閣総理大臣を務める覚悟がありますって2回書いてるんですよね。覚悟を伝えることだとか大事なことなので2回言いましたなのか分かんないですけど、とりあえずそういう意味でいくと、玉木雄一郎さんはもう主犯指名で玉木さんという名前を書かれたとしたら、いや俺やれねえからやめますとか、俺の名前書かないでくださいみたいなことはもう言わないというのが今のところ玉木さんの覚悟かなっていうところだと思います。はい。でただその原発をどうするとか自衛隊の扱いどうするとかっていうのが立憲民主党の主張と相入れない部分があると思うので、そこ立憲民主党内で何とかしてくださいねと。立憲民主党内でいろいろああだこうだ言う人がいたとしても、立憲民主党の機関としてもうこういう決定をするので従ってくださいねっていう、立憲民主党内の議員に対しても強権発動するような形の組織を作ってくださいねということだと思うんですけど、もともとその民主党という
党がありまして、国民民主党と立憲民主党に分かれたんですけど、国民民主党と立憲民主党もともと同じ党だったんですよ。なのでもともとみんな仲間ですよと。そこから分かれたので、もともと国民民主党は少人数で分かれたんですよね。立憲民主党は割と大きいままっていう分かれたんですけど、昔仲間だったんだから仲いいじゃんっていう考え方もあるんですけど、分かれたということは立憲民主党と国民民主党はやっぱり同じ党では相入れないよねという価値観があったから分かれたんですよ。なので相入れないよねという部分を主犯指名までに統一できるのかどうかっていうところを玉木さんは期待しているのだと思うのですけれども、音楽性の違いってやつですかね。ただ僕思うに別になんか立憲の統一してもらう必要ないんじゃねって思ってるんですよね。基本的に普通の連立政権というのは前もって俺の名前書いてくれよ、その代わりこの大臣ポストを提供するよみたいなところが始まるんですよ。例えばその自民党と公明党の政権の場合だと、自民党の総裁の名前を主犯指名で書いてください、その代わり公明党には国土交通大臣の大臣ポストをあげますよっていう、投票してくれたらこれをあげるよっていうのがあって、初めて主犯指名どうするって話が出るんですけど、今回って国民民主党玉木さんは俺に投票してくださいって言ってないんですよ。立憲民主党安住さんが言い始めたんですよ。で最初の段階では新馬さんはいやいやそういう駆け引き良くないでしょみたいな言って、むしろその勝手に玉木の名前を野党とかに勧めるのやめてくれよみたいなことを言ってるんですよ。安住さんが確か令和とあれ参政党だっけ、別の野党にも玉木っていうか野党統一候補を作ろうぜみたいなことを言ってるんですよ。この野党統一候補を作ろうぜというのは立憲民主党の野田さんではないという意味で言ってるんですよね。っていうことでいくと、実は玉木さんは立憲民主党に何らかのオファーをしなくても良いということなんですよ。このポストをやるからとか政権一緒にやるからだから玉木って名前書いてる立憲民主党さんって玉木さんが言ってるんだったら、それは政権を一緒に運営するというのが必要なので、じゃあ安全保障の方針とか合わせなきゃいけないよねなんですけど、今回勝手に名前書くって言ってるんで、国民民主党政権はあり得ると思ってるんですよ。連立しない。自民党というのは公明党と連立することで政権を作るってやったんですけど、国民民主党連立しません。国民民主党だけで全ての大臣ポストを埋めますっていうのも、大臣を決めるっていうのは総理大臣が決めることなんですよ。なので別に総理大臣に投票してくれた人の意見を聞かなければならないというルールはないんですよね。なのでなんかお前らが玉木って言うから俺総理になるけど別にポストはやんねえぞ、国の運営政府の運営というのは国民民主党玉木さんがやりますよ。なので立憲民主党さんがこうやりたいっていうアドバイスがあったら聞くし、もちろん一緒に法律作れる、こういう法律やった方がいいよねっていうんだったらもちろん法案作りもやるし投票も一緒にやるよね。でも政府としての決定というのはあくまで国民民主党玉木雄一郎一人で決めますでもいいんですよっていうね、結構珍しい状況なんですよね。とはいえ今の段階で立憲民主党に玉木雄一郎って投票してもらったとしても、お前らの言うこと全然聞かないしポストもやんねえよとはやっぱ玉木さんは絶対言わないわけですよっていうところでいくと、表向き合わせていきましょうね、組織を作ってくださいねのお願いですって言ってるけど、これは果たして立憲民主党がそこまでできるかっていうのを考えると、できるとは思ってなくてひとまず言っているっていうポジションなんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとねなかなかね面白い状況であるんですよね。僕がその最初に玉木さんの主犯になるっていう時に思ったのが、リー・クアンユーっていうシンガポールの独立の時の大統領だよね、総理だっけ、大統領首相か、あれどっちだっけ忘れたんだけど、シンガポールという国ってもともとマレーシアだったんですよ。でそっからお前らもうめんどくせえから独立しろやって言ってむしろ追い出された感じで、シンガポール建国の時にリー・クアンユーが泣いている写真っていうのが出てるんですよね。マレーシアというそれなりに大きい国でやっていたのに水も自分たちで手に入らない。シンガポールってそもそも国土狭いので水すらマレーシアから輸入しないと手に入らないと。でもちろん軍隊もありませんみたいな港町だったところで、お前らもう国作れやみたいなこと言われて追い出されたっていうところからスタートしていて、なのでリー・カンユーって泣いてスタートしてて、首相やりたくねえよぐらいだった、独立したくなかったんですよね。でも結果としてシンガポールというのはリー・カンユーがある種独裁という形でやって、表向き独裁とは言われてないんですけど、リー・カンユーの方針に従って国を作るっていう風にやって、で今ではそのシンガポールという国は平均年収でいくと800万円ぐらいになって、なので東南アジアの中では割とうまくいってる国でねっていうので、その東南アジアのグローバル企業がアジアに支社を作ろうっていう時に、じゃあシンガポールにアジア支社を作るみたいな、昔日本が多かったんですけど、そこら辺がシンガポールになるみたいな感じがあって、結構その金融とかビジネスの中心地という形に持ってったっていうのがリー・カンユーっていう優秀な方がいてっていう感じで、玉木さんも押し付けられたような形で独裁をするっ
っていうのは僕は結構ね、ありなんじゃないかなと思ってるんですよね。だって面白そうでしょ。トランプ大統領が来月来ますよっていうのがありますけど、トランプ大統領って雑談をしたりして人間を見極めようとする人なんですよね。なので通訳とかを通さない時とかに雑談したりとか、握手めちゃくちゃ強く握るらしいんですよ。基本的に握手した人みんな痛いっていう、痛がるか痛がらないかとかも含めてマウンティングをするんですよね。マクロン大統領だったかな、2分ぐらい握手した人いるんですよね。強い力で握手をするっていうので嫌がったりとかで握手が離れるっていうのが今までのパターンで、そこである種トランプ大統領のマウンティングが始まるんですけど、確かマクロン大統領嫌がらずずっと握手し続けるっていうので、やたらに握手の時間長いみたいだったんですけど、っていう感じでやっぱりその英語でコミュニケーションできるとか、トランプ大統領がそういう変な球を投げた時にその変な球を打ち返すっていう、そこら辺のなんかこう変な球投げられるのに割と反応しやすいという柔軟さみたいなのがある人の方がやっぱりトランプ大統領仲良くなりやすいっていうのはあると思うんですよね。現状トランプさんは日本に行きますよというのを決めていたにもかかわらず、会う相手が誰かすら決まってないんですよ。軍事同盟をしている日本で、その GDP でも世界3位の国である国に行きますよ、トップに会いますよは決まってるのに、誰に会うか決まってないんですよ。高市さんが自民党総裁になったからおめでとうございますってメッセージを送ったんだけど、なんねえのみたいな状況なわけですよ、トランプ大統領的には。っていうところで、そうすると誰なのっていう時に、お前誰やんってやっぱなると思うんですよね。自民党総裁が来ると思ってたわけですよ。で、安倍さんとはトランプさん仲良かったので、アベノミクスを続けるといった高市早苗さんなので、基本的には安倍さんと同じような路線だろうねっていうので話できるかなと思いきや、誰やねん玉木みたいな人が来るわけですよ。立憲民主党であれば議席数であれば2位なので可能性はあるよねみたいな想定をしたと思うんですけど、誰ってなると思うんですけど、その場である程度の英語ができてインパクトを与えられると、ワンチャンこいつおもれえなっていう風になってもらえる可能性があるっていうのがあって、そういう意味でいくと結構面白いなと。連立政権ですとかっていうと、やっぱりそのフランスみたいになっちゃう可能性があって、フランスって大統領と首相の2人偉い人ができる制の国なんですけど、大統領マクロンさんっていうのがずっとやってて、新しい首相この人任命しますって言って14時間後にその首相が辞めますってでも5回変わったのかな首相がっていう感じで、もうバンバンフランス辞めるので、首相が誰になるかもわからないし何をするかもわからないっていう、そういうふわふわしてて、なので国で重要な決定ができないような状況になっちゃってるんですよね、フランスは。っていうところで連立ってやっぱり信用できないよねみたいなのは割とその世界中あって、ドイツも左側の方が強いかと思いきや右が強くなっちゃってて、で連立政権になってどういう法案が取って国の方針どうなるかわからんみたいになったりするので、玉木さんが俺ら連立じゃねっす、俺独裁っすみたいなこと言うと、やっぱりそのトランプ大統領独裁好きなんですよね。プーチンさんとか中国の習近平さんっていう感じで、そういう意味でいくとそこら辺もなんかノリで仲良くなれる可能性あるんじゃないかなと思うんですけど。っていう感じの状況で、総理出馬するよという感じにはなるとは思うんですよね。内閣総理大臣を務める覚悟がありますって書いておきながら、やっぱ俺出ねえっすっていうのはさすがにないと思うんですよ。基本的には俺出ますよっていう話になると思うんですけど、どうなることやらっていう感じですけども、はい。自民党維新国民民主党の連立政権というよりは、自民党は入らないんじゃないかなって気がしますけどね。もともとその自民党、公明党、国民民主党という話があったんですけど、それはあんまりこう受け付けないみたいな感じのリアクションを国民民主党的にはしてたっぽいんですけど、なので自民党と組んでしまうと、基本的に自民党って今落ち目なんですよね。公明党も落ち目と人と仲良くやって、せっかく勢いがある国民民主党の勢いが落ちてしまったらよろしくないよねっていうのがあって、なので参政党も結局なんか自民党とそんなに仲良くしない方針出したんですよね。落ち目のところと組んじゃうとその勢い止まっちゃうよねっていうのがあったりするので、連立っていうのは逆になんかしないんじゃないかなというふうに僕は思っていたりするんですけど、やっぱ国民民主党独裁政権の方がおもろいよね、個人的におもろい感で今僕言ってますね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。